なんかちょっと本当にちょっとで狂いますね。ちょっとのズレが命取りになっちゃうので。今何年目なんですか？今ですね、55年です。55年。年はいくつですか？ということは、今75歳ということですか？はい。このお仕事は何歳まで？いやまだわかんないですけど、いくつぐらいですかね。死ぬまでとは言えないですけど、その時が来たらですね。こっち側とあと反対側をヤスリで削ります。ここは本当は浮いてます。浮いてます。浮いてます。ちょっとね浮いちゃった。ぴったりこっちみたいにこういかないですか。おはようございます。おはようございます。今回もよろしくお願いします。お願いします。おはようございます。
渋谷さんの前回のはい、動画が80万回を超えたんですけど、ありがとうございます。反応はありましたか？なんかその動画を見てくださった方から私に私宛てに頑張ってというメッセージをいただいたりしました。メッセージをいただいたっていうのはどういうことですおか？電話をいただきまして電話ですか？はい、会社に。はい、会社に電話していただいてわざわざ私に頑張ってと伝えてと言っていただいた方がいらっしゃいました。お電話変わらなかったねか。変わらなかったです。終わった後に言われたので、いや、なんか変わりたかったですね。せっかく。それね、でも嬉しかったです、めちゃめちゃ。渋谷さんの前の動画ですごい反響良かったのが、渋谷さんのこの段取りしてる姿がめちゃくちゃいいっていうのがすごいコメントでありましたね。ありがたい。そんなすごい手際がいいとか。いやー、遅いですよ。で、なんか効率悪いし。パッと見早い、めちゃくちゃ早いと思いますけど。全然ですよ、全然。渋谷さん結構頻繁に測ってますけど、そんな寸法変わっちゃうんですか？すぐ。私の力のかけ具合で変わりやすいので、なんかちょっと本当にちょっとで狂いますね。ちょっとのズレが命取りになっちゃうので。あ、これだ。もらいます。12は終わりました。上の寸法が 4.5、2箇所。わかりましそういうことです。た。やべえ、私すごい、ね、しかいかないかもしれん。
ょっと深くてもいいね。って言いますよね。うん、私はもう怖いな。もうちょっと深くていい。もうちょっと深くてもいいね。ですよね。浅かったですか？うんです。だろうな。ちょっとでも大丈夫だよ。それ取って手でさ。これじゃまあ足りないわけだよね。削りが。だからこれで。散らせばいい。言ってることはわかるんですけど。うん、ここからぐらいに広げなくていいです。まだ全然少ないからこれでグラインダーで 4.5 に近づける。4.5 ちょっとマイナス、ヤスリの分もあるから、ヤスリだけで 4.5 にするから、はい。これぐらいだね。これであとヤスリだけで仕上げです。はい。ヤスリいきましょう。はい。じゃあヤスリこっち側とあと反対側をヤスリで削ります。あと寸法ですね。寸法は測ってもらって 4.5 ずつ出てます。でさあと内側のバリ外側のバリ取りまして、あとは曲げですね。これをドリルを利用してこのような状態ですね。
寸法は出てると思います。あ、ぴったりです。ぴったりです。平井さんから見て渋谷さんはどうですか、職人として。職人として、はい。技術を大したもんだと思います。おお、飲み込みも早いし、できますよね。なお言うとちょっと時間かかってるなっていう感じですね。品物の仕上がりの時間もうちょっと早くしてくればいいかなと思ってるんですけどね。あとはもう申し分ないですよ。優秀ですか。優秀です。渋谷さん優秀だそうです。いや、そんなことないすみません、早く頑張ります。それだけあれですよね、だから丁寧にやってるっていうことですよね。そういうことも言えますね。渋谷さんのような若い世代の職人に伝えたいことっていうのはありますか。そうですね、やっぱりどうなんですかね。失敗もあると思いますけど、とにかく一生懸命やることじゃないですかね。どうですか。はい、いいんじゃないですか。寸法出てますよね、ここの。出てます。いいですよ。4.5。角もちゃんと出てるし、曲げてみてください。角度いいですよね。90度若干超えましたね。折って曲がってもいいですよね。
時代 AI だったり全自動だったり人間の手でしか作れないものって私の中であると思っているので、それをしっかり身につけて提供していくってことですね。
この作業が重要だとお聞きしたんですけど、はい、そうなんですね。そうですね。この伸ばしが的確に伸ばされていないと、後ほどのグレージング作業っていうコード板に艶出しする作業の時にぐでっと張りのないコード板になってしまったり、あとは艶が出なかったり、そういう意味では一番重要な工程かなと思いますね。
この時に染める時のなんかコツというか何かあるんですか？そうですね、温度が下がりきってしまうと色の入り力が悪くなるので、できるだけ温度を下げないように、それをこう見極めながらちゃんとつけるっていうのがポイントですね。そうですね、うちのコード盤の最大の特徴としては、その革本来の表情、艶を楽しんでもらうというところが結構他と差別化できるところで、分かりやすく言うと、そのステーキの焼き具合で例えると、うちの場合はレアよりも前のロゼでステーキを食べていただきたい、肉本来の味を味わっていただきたいということで、いわゆるコード盤の表面にはできるだけ、手を加えないっていう形で染色仕上げっていうのを行っているっていうところがかなり特徴的なのかなというふうに思います。
作り方って直司さん日本でただ一人ですか？今はねやってる人はまあいないでしょうね。もういなくなっちゃったから。すぐになりきってなかったのを蹴って直してる感じ。
スウェーデン硬歯型で一番難しい工程ってどれになるんですか？やっぱり曲げることだと思います。あ、やっぱり曲げ。はい。ぴったり型紙通りに作るのが難しいと思います。正直継ぐかっていうのはすごく悩んでいて、今の仕事を続けてそのまま死んだ時に家を継がなかった後悔っていうのがちょっとでも残るような気がして、だったら継いでまだ若いんだしダメだったら違うことすればいいやっていうような、気持ちで自分の心がどういうふうに選択した方が豊かかなっていうのを考えて家を継ぐっていう選択をしました。
濃縮した海水をこれ 150cc 入れます。150。はい、150。でこれは石鍋で煮詰めて今から塩作っていきますよ。でこの状態で蓋をして火を強火にします。はい、で塩炊いてたら最初に出てくる成分、これカルシウムの甘みが出てきます。その次にナトリウムの塩辛さが来て、カリウムの酸味が来て、最後ににがり、マグネシウムの苦みです。この4つが混ざってこれいい味になりますよ。はい、で沸騰したらこの蓋を開けていきます。で鍋の内側についてるこの白いやつ、これカルシウムになってるんで、周りの白いやつを落としながらそこもゆっくりかき混ぜます。はい、でもこのぐらいに詰まってきたら今度火ちょっと弱くするんですよね。こっからもう塩が底に張り付いてくるんで、ここからもうちょっとだけ急いでかき混ぜていきます。はい、で水分が飛んでパサパサしてきたら今度火を止めて余熱で乾燥させますから、もうこれパサパサになるまでどんどんかき混ぜていきます。はい、完全に水分なくなるまでかき混ぜていきますよ。この状態でもう全然まだまだです。ここからもっとかき混ぜていきますよ。ここからもっとパサパサになるまでかき混ぜていきます。はい、もうこの状態になったらもう火止めちゃいます。はい、でここから余熱で乾燥させる場合はペタペタ貼り付けて、はい、ほぐしての繰り返しです。貼り付けてほぐして、ではい、でも壺に入れるのも大体このぐらいですね。